皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。今週も日本語カフェ遊びに来てくれてありがとうございます。今日はエピソード7。そしてついに11月になりましたね。皆さんは今月楽しみにしている予定はありますか？私自身は秋なのでドライブに行ったり、あとは寒くなる前にゴルフをしたいなと思っています。さて、今日のテーマは私の大好きな日本語の慣用句、そしてことわざについて話していけたらなと思います。短い言葉の中に日本の歴史や知恵がぎゅっと詰まっています。ことわざや慣用句を知っていると、日本語での表現がぐっと豊かになります。ということで、今日は一緒に5つの慣用句やことわざを学んでいきましょう。それではいつものようにコーヒーを片手に乾杯。まず1つ目は七転び八起きです。七転び八起きです。さて、これはどういう意味と思っていますよね。七転びとは7回転ぶ。そして8回起き上がるという意味です。なので7回転んでもまた8回目起き上がってまた挑戦するという意味ですね。で、私はよくこのことわざを聞くとだるまを思い浮かべます。なぜかというと、だるまは転がしてもすぐ起き上がるんですね。なのでこれは何度失敗しても決して諦めないという強い思いのフレーズです。挫折しそうな時や誰かを励ましたい時に使える前向きな言葉です。例えば友達が試験に落ちてしまったり、何かうまくいかなかった時に言う言葉としてもいいかもしれないです。そしてもちろん自分自身に言い聞かせるのもいいと思います。なので私は人生で何かにつまずいた時はこの言葉を思い出すようにしています。次は塵も積もれば山となるです。2つ目も努力に関することわざです。私はよくこれを両親から言われていました。塵はとても小さな埃のことで、その小さな塵でも毎日積もればやがて大きな山になるという教えです。毎日の小さな努力やコツコツとした積み重ねがやがて大きな成果につながるということを教えてくれます。すぐに結果が見えないことでも毎日の努力で気づいた時には大きなことを成し遂げている。きっと皆さんも経験があると思います。そしてこれは日本語の勉強にも言えることだと思います。毎日するのは大変かもしれませんが、振り返ってみるとその毎日の努力が皆さんの日本語力にもつながっていると思います。そして私は大学生の時に卒業論文をしながら終わりの見えない毎日だったんですが、このことわざを思い出しながら頑張っていたら最終的には満足のいく結果になっていました。続いて3つ目は少しユーモラスな表現です。皆さんも聞いたことありますか？それは猿も木から落ちるです。猿も木から落ちるということわざですが、これは猿という木登りの名人でも時には木から落ちてしまうという意味です。これはどんなに専門的
また上手な人でも失敗したり間違えたりすることがあるということを認める優しい言葉です。なので、このことわざを思い出すときは、猿が木から落ちてることを想像して思い出してみてください。そして4つ目は一期一会です。これは日本の文化、茶道から生まれたとても美しい言葉です。一期一会の一期の部分は一生涯という意味で、一会は一回の出会いという意味です。この言葉は今目の前にある瞬間や目の前の人との出会いは二度と繰り返されない。だからこそその瞬間を大切に、そして最善を尽くしなさいという教えです。一期一会と聞くと、私は一人一人との出会いを大切に、そして日々に感謝をして過ごすということを意識できます。そして最後、5つ目です。5つ目は花より団子です。これは皆さんの生活にもよく当てはまるかもしれません。花より団子とは、美しい花を眺めるより美味しいお団子でお腹を満たすということを意味しています。見た目の美しさやかっこよさよりも実質的な利益や実用性を重視して選ぶということを表しています。以上が5つのことわざや慣用句でした。では、1つ目から思い出していきましょう。今日まず見たのが七転び八起きでしたね。そして次が塵も積もれば山となる。そして3つ目が猿も木から落ちる。そして4つ目が一期一会。そして最後が花より団子でした。今日ご紹介した5つのフレーズはいかがでしたか？また皆さんの気に入った言葉はありますか？ぜひコメントで教えてください。そして皆さんの普段の会話や日本の作文や文章を作るときに使ってみてくださいね。それでは今日のカフェはここでおしまいです。今週もみゆの日本語カフェへ遊びに来てくれてありがとうございました。皆さん、今週も素敵な1週間をお過ごしください。また来週のみゆの日本語カフェでお会いしましょう。またねー。